2025年5月の第3週、この週もテスラにはいろいろなことが起きました。ロボタクシーの大規模運用計画からモデル S、X のリフレッシュ、さらにはテスラ株に直結する政策の変化まで、オーナーにとっても投資家にとっても見逃せないニュースが次々と飛び込んできました。おはようございます。ケンです。この動画ではそんな1週間の動きを7つのトピックに厳選して分かりやすく解説をしていきます。ぜひ最後までご覧になられてください。先週のテスラ、かなり濃い内容となっております。そして単なる速報とかニュースではなく、今なぜこのニュースが重要なのか、どんなリスクがあり、どこにチャンスがあるのか、一つ一つのニュースを投資家目線、オーナー目線で深掘りしてお伝えしていきます。まず最初のニュースは、テスラが本格的にロボタクシーを動かし始めるという話題です。2025年6月、テスラはテキサス州オースティンでロボタクシーの試験運用を開始します。初期は10から20台でスタートし、数ヶ月以内に最大1000台規模まで拡大する計画です。今回注目されているのは、まずは完全な自律運転ではなく、テスラのスタッフが遠隔から監視、必要に応じて操作するテレオペレーション型になります。言い換えれば自動運転と人のサポートの中間にあるスタイルです。ここで重要なのは、これがただの技術実験ではなく、実際のサービス提供を前提とした商業運用であるということになります。投資家にとっては、ロボタクシーがテスラにとって新たな収益の柱になる可能性を示す材料です。オーナーにとっても将来的に自分の車をロボタクシーとして貸し出すという使い方が現実味を帯びてきました。ウェドブッシュのアナリストはこれを自律走行の黄金時代の幕開けと表現しています。今後の展開によってはテスラの株価にも大きな影響を与えることになるかもしれません。では次の話題ですけれども、次の話題はモデル S とモデル X のデザインの刷新についてです。テスラのフラグシップモデルについに変化の兆しが見えてきました。カリフォルニア州でカモフラージュなしの新型モデル S とモデル X が目撃されました。外装だけではなく内装にもいくつかの注目ポイントが見つかっています。まずはモデル S ですが、フロント部分に新たにカメラが内蔵されているのが確認されました。さらにリアディフューザーが追加されていて、空力性能を意識した設計になっています。内装ではアンビエントライトが採用されており、高級感の演出が強化されている印象です。こうした細かいアップデートは、プレミアムセグメントとしての存在感を改めて打ち出す意図があると考えられます。一方で、モデル X では、ホイールの新デザインや新しいカラーオプションが確認されており、これらも着実に進化しています。テスラの車両エンジニアリングの担当副社長であるラース・モラビーさんは2025年後半に S と X に愛情を注ぐとコメントしており、今回の発見はその布石と言えます。では、このリフレッシュは何を意味するのでしょうか。まず、既存のオーナーにとっては今後の買い替えや買い増しのタイミングを見極める材料になります。また、テスラが高級車市場でも競争力を保つ意思があることを示すメッセージでもあります。特にリセールバリューや長期保有を意識する方にとっては重要な判断材料になるでしょう。では、ここからはテスラの業績や株価に直接影響する政治的な動きについて見ていきます。アメリカとイギリスでそれぞれ EV 業界にとって無視できない政策変更が進んでいます。まずアメリカでは通称 One Big Beautiful Bill と呼ばれる法案が下院を通過しました。これはトランプ大統領が推進する法案で EV 業界には逆風となる内容が含まれています。中でも大きな影響を与えるのがEV 購入時に適用されていた$7,500の補助金が2025年末で打ち切られるという点です。この補助金は特に価格の高いテスラ車にとって販売を後押しする要素でした。さらに EV に対して年$250、ハイブリッド車には年$100の年次課税が
新たに導入される見込みです。これまでガソリン税を払わないとされてきた EV ユーザーにも維持コストという形で影響が出始めています。また、太陽光発電や蓄電池システムに適用されていた投資税額控除 ITC も2026年から撤廃される方向で調整されています。これはテスラのエネルギー事業、特にパワーウォールやメガパックの販売戦略に影響する可能性があります。加えてテスラにとって大きな収益源となっていた ZEV クレジット排出枠販売も制度見直しが検討されています。このクレジット収益は実はテスラの四半期純利益を超えることもあるほどの重要な収入源です。一方でイギリスでも新たな動きがあります。2025年4月から車両価格が4万ポンドを超える EV に対して年425ポンドの追加課税が導入されています。多くのテスラ車がこの価格帯に入るため直接的な影響が避けられません。しかしこちらに関しては廃止される可能性もまだありますので引き続き見ていく必要があるかなと思います。しかしこのように補助金の打ち切りや課税の強化といった政策の変化はテスラの売上や利益構造に確実に影響を与えます。短期的には駆け込み需要が発生する可能性もありますが、中長期では販売戦略の再構築が求められる局面です。投資家にとってはこれらの制度の変更が一時的な調整か、それとも構造的なリスクかを見極めることが重要になります。では次の話題は、ウォール街の有力アナリストによるテスラ株の評価に関する情報です。今週はテスラの将来性を高く見積もるレポートが相次ぎました。まずはウェドブッシュ証券のアナリストダン・アイブスさんはテスラの目標株価を500ドルに引き上げました。理由として挙げられているのが FST とロボタクシーの商業化がいよいよ現実のものとなってきたという点です。実際に先ほどお伝えしたロボタクシーの試験運用開始など FST 関連の進展が相次いでいます。ウェドブッシュは今後12から18ヶ月の間にテスラの時価総額が2兆ドルに達する可能性もあるとしています。続いてはモルガン・スタンレーの分析です。こちらはテスラをいくつかの事業セグメントに分けて評価しています。具体的には自動車事業が75ドル、ソフトウェア FST が160ドル、ロボタクシー事業が90ドル、エネルギー貯蔵が67ドル、サプライヤー事業、これは他社向けの供給ですね。これに関しては17ドルという内訳になっており、合計で約410ドルの企業価値があると試算しています。ここで注目すべきは、オプティマス人型ロボットに関する評価がまだ含まれていないという点です。つまり今後この分野が本格的に収益化されればさらなる上昇余地があるということになります。こういった分析から見えてくるのはテスラがもはやただの EV メーカーではないということです。ソフトウェア、AI、エネルギー、ロボティクスといった領域が評価の中心に移りつつあるんです。投資家目線で言えば株価の上下だけではなく、どの事業が今後の成長を牽引するのかという点が、ますます重要になってきます。では次に紹介するのは、テスラの人型ロボット、オプティマスの進化についてです。これまでコンセプト段階だったオプティマスが、ついに実用レベルに近づいてきました。今週新しく動画が公開されましたが、オプティマスはすでにゴミ出し、掃除、カーテンの開閉、調理補助といった日常的なタスクを自律的にこなせるようになってきています。さらに驚きなのは、こうした動作を人間の動きを見て学ぶという仕組みで習得している点です。しかも現時点では一人称視点の映像、本人目線から学んでいますが、今後は第三者視点の映像や AI 同士での自己対戦、セルフプレイによって精度をさらに高めていくとされています。加えてオプティマスは自然言語による指示にも対応可能となっており、例えば掃除をしてとかコーヒーを入れてっていった音声命令を理解して動くことができるようになりつつあるようです。これらの動作はすべて一つのニューラルネットワークで処理されているということで、非常に高い統合性と柔軟性を持っているのが特徴です。
今後オプティマスが家庭に普及すれば家事の自動化が現実のものになるかもしれません。また物流、製造、介護といった分野にも応用が期待されていて、その経済的インパクトは計り知れません。先ほど紹介したモルガン・スタンレーの分析でも、オプティマスの価値はまだ株価に織り込まれていないとされており、まさに未来の爆発的成長セクターとして注目されています。テスラが目指すヒューマノイドロボットと共存する社会はもう SF の話ではありません。すでにその第一歩が静かにでも着実に始まっています。次はそんな未来とは逆にテスラの株価にやや不安を与える話題、AI 関連企業の XAI のチャットボットがある問題を起こしてしまいました。今週報じられた内容によると、グロックがアメリカの国土安全保障省 DHS のデータに無許可でアクセスした可能性があるとして調査が始まっています。一見これはテスラとは関係ない話に見えるかもしれません。しかしグロックは将来的にテスラ社に統合される予定の AI チャットボットであり、社内での音声操作やエンタメ、ナビゲーションなどに活用される構想があるため、直接的な影響が懸念されているんです。この報道を受けて一部の投資家の間ではテスラの企業イメージに悪影響を与えるのではないかという声も出ています。また AI とプライバシーの問題が今後の規制や監視強化につながる可能性もあり、慎重に見守る必要もあります。XAI とテスラは現在共同でこの件の内部調査を進めているとされていますが、具体的な対応策や公式見解はまだ出ていません。AI の利便性とリスクは常に隣り合わせです。今回の問題をきっかけにテスラがどのように信頼性やセキュリティを担保していくのかが今後の鍵となりそうです。では最後の話題ですけれども、最後の話題はテスラの最高経営責任者イーロン・マスクさんの復帰宣言とも言える動きです。これまでイーロン・マスクさんは SNSX の運営や政治的な発言、さらには AI 企業と AI の活動などテスラ以外の領域でも精力的に動いてきました。その一方で最近イーロン・マスクさんがテスラに集中していないのではという投資家の不安の声もありました。そんな中、今週イーロン・マスクさんは改めてテスラの CEO としての業務に集中していく姿勢を明言しました。政治的な発言や SNS 活動を抑え、あくまでテスラの中核技術と経営に注力していくという方針です。この発言を受けて、ウェドブッシュ証券のダン・アイブスさんは、これは暗黒時代の終焉だと表現しています。つまりイーロン・マスクさんの迷走を心配していた投資家にとっては、ようやく安心できる材料が出てきたということになります。実際にイーロン・マスクさんはここ数週間でロボタクシー、オプティマス、人材戦略など複数の重要な分野で意思決定を主導している様子が確認されています。またテスラの本社をテキサス州に移転したこともガバナンスと集中力を高める意図の一環とされています。経営トップの安定感はテスラの株価にも大きく影響します。これまで何度もイーロン・マスクさんの一言で株価が上下したことを思い出すと、今回の CEO としての再集中は投資家にとっては非常にポジティブなニュースと言えるのではないでしょうか。以上、先週の注目ニュース7選でした。いかがだったでしょうか。先週のテスラは技術革新と経営判断、そして政策リスクまで様々な面で大きな動きがありました。特にロボタクシーの実証運用やオプティマスの進化はテスラが未来の企業であり続けていることを改めて実感させてくれました。一方で補助金制度の見直しや AI 関連のトラブルなどリスクにも冷静に目を向ける必要があります。テスラに投資をされている方、テスラ社のオーナーの方、そしてテスラの未来に期待しているすべての方にとって今回のニュースが何かしらの判断材料になれば嬉しいなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。輻射熱装置を使った未来の空調管理システムを手掛けている株式会社エコファクトリーさんの体験会を7月27日の日曜日に行うことになりました。場所は熊本になります。
熊本空港から車で10分ぐらいの場所になります。空港までは迎えに行きますし、福岡からなら僕と一緒に行こうと思います。ぜひ、真夏の輻射熱、体感されてください。特に経営者の方で、オフィスの電気代の高騰に悩まれている方などには、必見の装置だと思います。エコファクトリーさんの輻射熱装置、エコウィンに関しては、僕のもう一つのチャンネルの方で動画を撮っています。概要欄に掲載しておきますので、ぜひ興味がある方はご覧になられてみてください。オフィスだけではなく、ご自宅にも導入可能です。前回一緒に行かれた方は、体験された翌日に発注されました。エコウィンをご両親の実家に設置されたということですけれども、その理由としては、エコウィンがあれば、真夏の熱中症や真冬のヒートショックが防げそうだからということです。ぜひ真夏の輻射熱を体感されてみてください。輻射熱って聞くと真夏に大丈夫なのと思うかもしれませんが、めちゃくちゃ快適な空間になります。本当にこれはね、体感してほしいなと思いますので、ぜひこちらに関しては体験してもらわないとわからないので、ぜひね、体感してもらいたいと思います。興味がある方は僕の公式 LINE の方から問い合わせの方をよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。